皆さんこんにちは、ガジログです。今回はこちらのレドミースマートバンド2の長期使用レビューについてお届けします。1ヶ月ほど前に出しましたこちらの動画、結構見ていただいているんですが、ファーストインプレッションとして良かった点と、そして気になった点についてお伝えしているものがメインとなっています。それから毎日使ってきたわけではありませんが、1ヶ月ほど経っています。まず最初にお伝えしたいのは、バッテリーがどれぐらい持つかということになります。ここは結構気になる方多いんじゃないかなと思います。そして次にワークアウトの精度になります。メインとしましては歩数の表示になりますね。このあたりはスマートバンドやスマートウォッチでも結構ばらつきがありますので気になるところだと思います。そして3つ目には睡眠モニタリングの精度についても個人的な感想にはなりますがお伝えしたいと思います。その他の部分に関しましては最後に気づいた点についてもお伝えしたいと思います。今回レドミスマートバンド2のデータと比較しながらファーウェイバンド7のデータも見ていきたいと思います。ファーウェイバンド7の方がスペックとしては上回っていますので同等ということではありませんが一つ参考としてご覧いただければと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。では長期レビューということでバッテリー持ちについてなんですが、今こちらの方に表示してあります。まず最初の条件としましては屋外ウォーキングは毎日1時間となっています。そしてヘルスケア関連の設定に関しましてはほぼ全てオンになっている状態になっていますが、1時間ごとに立ってくださいというスタンドに関しましてはオフになっています。それ以外はほとんどオンになっていますし、また通知に関しましては平均的じゃないかなという感じですね。ではその上でバッテリー駆動時間について見ていきましょう。まず最初に1月26日の木曜日の14時スタートになっていますね。100% スタートになっています。24時間後27日の金曜日、24時間後の14時には残量は 89% になっていまして、前日比は 11% になりました。結構この段階で持ちがいいのかなという感じはしますね。そしてまた28日の土曜日の14時、24時間後には 77% になっていて、前日差では 12% 減になっていました。こうして続けていますと、バッテリー残量が 50% になったところでこの検証を終了しています。1月31日の火曜日14時に 50% になりました。この表を見ていきますと、1日あたりの平均は 10% ほどの消費という感じになっています。このまま0% まで続けていった場合、1日 10% 減になりますので、おおよそ10日間のバッテリー持ちということになりました。いかがですかね。結構持つんじゃないかなという感じはします。ただ2週間ほど持つというふうには言われていましたので、10日でバッテリー切れ起こしてしまうというのは私個人の使い方にもよると思いますけども、そうですね、1週間以上持てば十分じゃないかなというふうには個人的には思っています。で、これに対しましてこちらのファーウェイバンド7はどれぐらいだったのかっていうのを過去のデータをこちらに表示しています。同じような条件にはなりますが、1日あたり 11% 減で減っていきました。で、この結果ですね、100% 消費するまで9日間の持続ということになりました。というわけでファーウェイバンド7の方が高性能になっています。血中酸素のレベルに関しましても24時間のモニタリングもできますので、そういった意味ではやっぱりファーウェイバンド7の方がバッテリー持続に関しては優秀だったなというふうには思います。ただレドミスマートバンド2に関しましてはエントリーモデルっていうこともありますので、10日間持てば優秀じゃないかなというふうには個人的には思います。 AOD も使いませんけども普通に使っていて10日間っていうのは優秀じゃないかなと思います。次にご紹介しますのはワークアウトの精度に関してです。普段私は1時間ほどウォーキングをしているんですが、その時に同時に検証したものになります。こちらの表になりますけども、左側がレドミースマートバンド2、右側がファーウェイバンド7になります。まず目立ったところとしましては歩いた距離になりますが、レドミースマートバンド2になりますが左側に 5.84 キロと出ています。それに対しましてファーウェイバンド7は 5.51 キロになっていますので、少なく表示されたことがわかります。330メーターですね、差が出ていますが、これはちょっと意外な差が出ましたね。歩いた距離も結構ありますので、これぐらいの差が開いてしまうのは致し方ないかなと思いますが、結構ばらつきがあるなという感じます。そして赤丸の部分をご覧いただければと思いますが、これは歩数に関してですね。左側のレドミースマートバンド2は7314歩、そして右側のファーウェイバンド7は7323歩になっていますので、わずか9歩の差になっています。これはどちらが正しいかって言われてしまうと分かりませんけども、一歩一歩本当に測ってみないと分かりませんが、ほぼ同等だったっていうのは精度としてはどちらも優秀なのかなっていうふうには
思います。そして青丸のとこも見ていただきますと、こちらは心拍数に関してになりますが、左側のレドミースマートバンド2は 106bpm になります。右側のファーウェイバンド7は 104bpm になっていますので、このあたりもね、わずか 2bpm の差になりますが、結構ね、近い数字になっているので優秀なのかなと思いました。よりお値段が高いファーウェイバンド7にレドミースマートバンド2も精度としては近かったので、この5000円以下のお値段でここまでの数値が出せるっていうのはすごく優秀だったなと思います。では3つ目の検証結果として睡眠モニタリングのデータをこちらに今表示してあります。まずざっと見ていただきますと、睡眠時間のトータルが左側が8時間9分になっていて、ファーウェイバンド7の方が8時間4分になっていますので、ほぼ同じに近いのかなという感じになりますが、そして特徴的なものとしましては、まずは赤丸の部分ですね。レドミスマートバンド2でだいたいですけども、これ夜中の3時頃になりますが、1回だけ起床していまして、どちらもねちゃんとそのデータを捉えています。そして青丸の部分がもう結構決定的な違いが出てしまいました。レドミースマートバンド2の青丸に関しましてはほぼね空白になっています。それに対しましてファーウェイバンド7に関しましては結構ねデータがしっかり取れてるんじゃないかなと思いますね。深い睡眠のデータがしっかり捉えられています。こういった部分を見てみますと、レドミースマートバンド2とファーウェイバンド7の睡眠モニタリングのデータに関しましては本当にね精度の差っていうのがあるなと思います。結局のところ深い睡眠のデータをファーウェイバンド7の方はしっかり捉えているからデータとしては残っているわけですね。左側のレドミースマートバンド2に関しましてはデータとして捉えられていませんので、アルゴリズムに関しましてはちょっと精度が低いのかなという感じはします。ですのでよりね精度の高いデータが欲しい場合はこの比較の場合であればファーウェイバンド7になってしまいますね。でもまあざっくりでもいいので、寝た時間と起きた時間さえ分かればいいってことであればレドミースマートバンド2でもいいのかなという感じはなります。でもより細かい精度が欲しい場合はファーウェイバンド7の方がいいのかなという感じですね。はい、というわけで今3つの項目で検証結果を見てきましたけども、ざっと見ますとねレドミースマートバンド2も結構やるなという感じはしますね。5000円以下の価格でここまでのデータを得られるのであれば初めて買う方にとってはきっと満足できるんじゃないかなというふうには思います。ただこれまでねファーウェイバンド7とかこちらのシャオミスマートバンド7とかねより上のモデルを使ってきた方からすると物足りなさをすごく感じるんじゃないかなと思います。そういった意味でねこちらはやっぱりエントリー向け入門向けということで発売されていますので、そんなにね多くのものを求めてはいけないのかなというふうには思います。そして先ほどご紹介したもの以外にもここはちょっとなといった点もありました。それはですねバイブの振動が弱いという点になります。これはですねこういった項目の中に設定を変えるところは一切ありませんでした。例えばこのディスプレイのところもそうですし、このシステムのところですね、ここにもありません。というわけでもう決め打ちのバイブの振動になりますので、それを強めたいとか弱めたいっていうことはできないのはちょっとね価格からすると仕方ないのかなと思いますが、できればね強弱の部分に関してそれはつけてほしかったなと思います。そして相変わらずですね通知に関しては良好だなというふうには思います。この画面を上から下にスワイプすると通知の項目になりますけど、通知に関しては本当にねよく飛んできてくれます。これはお値段以上かなという感じはしますけども、スマートフォンから LINE の通知が欲しいとかね、着信の通知、メールの通知が欲しいっていうそういった用途だけでもいいのかなという感じはします。ですのでより高度なことを求めてしまうとかわいそうだなというふうには思いますけども、本当にね簡単なもの、先ほどの睡眠やバッテリーやワークアウト、その他ね通知、基本的な機能に関しましては十分使うことができますので、より高度なことを求めなければ本当満足できるんじゃないかなと思います。ただこれをね使っていてよりねやっぱ細かい設定したいなっていうことであればね、シャオミスマートバンドシリーズやそしてこういったねファーウェイバンド7とかね、もっといいモデルが出てくるかもしれませんけども、1万円以内で購入ができるこういった、ね、スマートバンド系になるんじゃないかなと思います。というわけで今回レドミースマートバンド2の長期使用レビューで気づいた点についてお伝えしました。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。